ガンダム作品の中では癖のある言い回しをする人物が多数登場するため、数多くの独特なセリフが誕生しました。しかし言い回し自体は独特でもいずれも鋭く的確で、キャラクターの造形を深めるセリフとして機能しているケースが多く、一度聞けば忘れられない名台詞として現在まで多くの視聴者の心に刻まれてきているものも多く存在します。今回はそんな宇宙世紀が生んだインパクトが強すぎる名台詞6選を紹介させていただきます。なお本動画はコミュニティでアンケートを取った内容から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。後ろにも目をつけるんだ。こちらはアニメ「機動戦士ゼータガンダム」16話からアムロがカミーユへのアドバイスとして送ったセリフです。おそらく一年戦争以降のアムロのセリフとしてはかなり高い知名度を誇るセリフではないでしょうか。作中宇宙へと帰還するクワトロたちを援護するため、アムロは7年ぶりに実戦に復帰。そして復帰早々、霧の中で苦戦するカミーユの援護を行い、まだ未熟なカミーユへと警告交じりのアドバイスを送ります。その際のセリフが後ろにも目をつけるんだです。一見するとあまりにもニュータイプすぎる直感的なセリフで、オールドタイプな我々からするとんな無茶なとなるネタセリフにも思えるでしょう。ただこのセリフの直前にカミーユがアムロに倣って敵モビルスーツのランドセルだけを破壊しようと試みていたため注意力散漫になり、背後へ敵機の接近を許したという内容を踏まえれば、アムロのセリフはもっと周囲に気を配れというアドバイスとして当たり前のことを言っていると解釈できます。また戦闘中という緊迫した中でそのアドバイスがとっさに口から出た結果、後ろに目をつけるという直感的な言葉となったと考えれば不自然なセリフではないでしょう。またアニメ9話では実際にカミーユはカクリコンの後ろからの不意打ちにも対応し、こいつ後ろに目がついているのかと驚愕させていたことから、カミーユからすれば普段はできていることが注意力がおろそかになってできていないと現実的なアドバイスをされたシーンと読み取ることもできます。ただアムロ自身が7年ぶりにモビルスーツに登場したにもかかわらず、カミーユすら見えていない敵を察知する衰えを知らないニュータイプ能力を見せており、視聴者からすればオールドタイプには成し得ない無茶苦茶な指摘と感じ取れても無理はありません。そのためか様々なところでネタにされる名台詞となっています。カミーユ、貴様は俺の。こちらはゼータガンダム49話においてカミーユとの戦いに敗北し爆発寸前のバウンドドッグの中でジェリドが放った断末魔の叫びです。第1話でうっかりジェリドがカミーユの名前を聞いた際に女だと勘違いしてしまったことで始まった2人の因縁。いつからかジェリドが自分の野望を妨げる敵としてカミーユに強く執着するようになり、グリプス戦役最終決戦まで彼を追って戦い続けますが、カミーユに執着しすぎたために何かを手に入れるどころか友人、恋人、部下、名誉と全てを失っていきました。しかしその怒りの矛先をジェリドはカミーユへと向け、俺を戦いに駆り立てたのは貴様だと今までの恨みを晴らそうと必死に抗戦します。しかし精神的に追い詰められる中でニュータイプとして覚醒しつつあったカミーユにはかなわず、ビームライフルで額を撃ち抜かれてしまいました。そして撃ち抜かれた勢いでジェリドのバウンドドッグは轟沈するラーディッシュの方へと吹き飛ばされ、その爆発に巻き込まれるのですが、最後の瞬間に響いたジェリドの断末魔がカミーユ、貴様は俺のでした。ちなみに富野監督によると、俺の後に続くセリフは全てを奪ったとされていますが、ジェリドのせいで母親やフォーを殺されているカミーユからすればお前が言うなとしか言いようがないでしょう。一方で大きな野望を持っていた男が執着心で身を滅ぼし全てを失って死亡する際の断末魔としてはこれ以上ないインパクトある名台詞としても記憶されています。ちなみに本作を再構成した劇場版ではジェリドがフォーの殺したくだりなど2人の因縁が大幅に削られていたり、2人の最終決戦もあっさりとした描写になっている上に、最後の断末魔もとただの叫び声に変更されていました。またテレビ版はジェリドの死で
少なからずカミーユは精神を削られていますが、劇場版ではカミーユが生存ルートに変更されたからか、そこまでカミーユにとって大きな存在ではなくなっていました。当たらなければどうということはない。こちらは機動戦士ガンダム2話において、ガンダムと交戦するシャアが部下に援護を求めた際に放ったセリフです。作中、サイドセブンから脱出したシャアは追撃してきたガンダムを自分とスレンダーのザクで応戦します。その際、ビームライフルを装備したガンダムを目にしたスレンダーは、少佐、武器が違います。あの武器は自分は見ていませんと未知の武器に怯えるのですが、それに対するシャアの返答が、当たらなければどうということはないでした。セリフだけを聞くと、どれほど強力な武器を持っていようと避けてしまえば意味をなさないという冷静に状況分析したシャアの実力の高さを感じさせます。そのため後続のシリーズでもこのセリフは何度もオマージュされ、敵キャラの強さや冷静さを端的に表現できるセリフとして愛されてきました。が、肝心のセリフを放ったシーンのシャアを見てみると、ザクをはるかに上回るガンダムの堅牢さと機動性にかなり肝を冷やしているようで、顔に冷や汗をかいており、セリフほど余裕はないことが伺えます。しかもこの後当たってしまったスレンダー機は撃墜されており、その威力にシャアは火力が違いすぎると戦慄していました。そのためセリフだけ見ると、どんな攻撃でも避ければ意味がない的な凄みを感じさせますが、実態としては当たらなければよしと現場寝込みを感じるようなブラックジョーク的なセリフとも解釈できてしまいます。ちなみにネタ用語としてもかなり人気が高いセリフで、現実で誰かを奮い立たせる場面や生牡蠣などを食す際に使用するファンも見られます。余談ですが、ゼータガンダムの時代には打ちどころが悪いとこんなものかと当たらなければの反対語のようなセリフを言っており、当たるとどうにかなってしまうことを身を挺して証明しています。感情を処理できん人類はゴミだと教えたはずだがな。こちらは映画ガンダム F91 において、ザビーネ・シャルが市場で軍を裏切ったアンナ・マリー・ブルージュを撃墜した際に放ったセリフです。クロスボーン・ヴァンガードの士官候補生だったアンナ・マリーは若くして隊長を任せられるほど優秀なパイロットでしたが、好意を抱いていたザビーネがベラロナに取り入ろうと近づく姿に強い嫉妬心や失望を感じるようになっていきました。そしてその感情のまま連邦軍へと寝返り、直後の戦闘でザビーネと交戦。アンナ・マリーは嫉妬心のままザビーネを殺そうとするのですが、ザビーネに対する未練を見透かされ、動揺した隙を突かれ、コックピットを撃ち抜かれて死亡しました。この時ザビーネがアンナ・マリーに対して放ったセリフが、感情を処理できん人類はゴミだと教えたはずだがなでした。過激な物言いでありながらも感情を制御できず、冷静な判断ができなくなり、軍紀を犯したアンナ・マリーがいかに軍人として不適格な人物だったかを端的に表現した名台詞としてファンに記憶されました。しかし本作の10年後を描いた続編クロスボーンガンダムにおいて、このセリフはとんでもないブーメランとなってザビーネに返ってくることになります。作中、ザビーネは自身の理想を遂げるため木星帝国へと寝返るのですが、一度敵対していたものが帝国から簡単に信用されるはずもなく、スパイの容疑から過酷な拷問を受けました。その結果、完全に精神が崩壊したことで、かつての冷静さはすっかり失われ、自身の野望を邪魔したキンケドゥに対し強い執着心をむき出しにしながら戦うようになります。それはまさしくかつて自分が非難した感情を処理できないゴミそのものでした。こうして本セリフは感情を抑えられない人を痛烈に非難するだけでなく、その言葉がそっくりそのまま自分に返ってくる巨大なブーメランとなり得るセリフとして語り継がれるようになりました。おかしいですよ、金田さん。こちらは機動戦士ビクトリーガンダムにおいて、近所の憧れのお姉さんだったカテジナ・ルースが戦場で出会うたびに狂気を増していく姿を見たウッソの放ったセリフです。当初カテジナはいくらモビルスーツ操縦センスがあるとはいえ、まだ少年のウッソを巻き込むリナ・ミリティアの面々に苛立つような当たり前の感性を持つお嬢様でした。しかしザンスカール帝国に渡り、クロノクルの元でパイロットとして戦うようになってから、その思想は危険な方向へ染まっていき、ついにはギロチンを必要悪として受け入れるようになっていきました。
そして36話ではウッソの母親が人質に取られ、モビルスーツのマニピュレーターで握りしめられていた際に、たとえ人質が死んでも渡すわけにはいかないとウッソに言い放ちます。そんなカテジナが狂気に飲まれていく様を見たウッソが放ったのが、おかしいですよカテジナさんでした。特に癖のある言い回しもしていない非常に分かりやすいセリフですが、ガンダムシリーズの中でも屈指の悪女として語られるカテジナの悪行の数々を完璧に非難できるセリフとしてファンの心を掴んでおり、カテジナについて語られるコミュニティでは必ずと言ってもいいほど見られるセリフとなっています。ちなみにギロチンに言及した第27話では、カテジナさんおかしいよ、おかしいですよと言っているのですが、なぜかこちらが使われるのはあまり見かけません。またさらに今日記じみた46話では、カテジナさんまでカガチに取りつかれておかしくなっているんですかと問いかけたチャクティに対して、どうにおかしくなっていると開き直って自分が狂っていることを認めていました。余談ですが、漫画イケイケ僕らのビクトリーガンダムでは、シャクティが漫才を始めた影響で笑いが止まらなくなったウッソとカテジナがこのやりとりネタを繰り広げています。ラッキーボーイだぜ。こちらはクソゲーと名高いガンダム0079ジワーフォーアースから艦内でリュウ・ホセイに話しかけた際に聞けるセリフです。シャアの追撃をかわしながら大気圏突入に成功し、ホワイトベースに帰投した際にリュウに話しかけると、辛い戦闘だったなあの赤い彗星とやり合って生きてるとはラッキーボーイだぜと返してくれるようになっています。セリフ自体のインパクトもさることながら、原作では数少ない正規の軍人として厳しくも時に優しいアムロたちの兄貴分というキャラクターだったリュウが、なぜか洋画でよく見られる陽気な黒人キャラへと変貌し、原作では絶対に言わないセリフを言っていることにもかかわらず、声優は原作と同じく飯塚正三氏を起用している上に、飯塚氏の陽気な黒人キャラ演技が妙にハマっているシュールさがユーザーの心をつかみ、現在ではリュウの代表的なセリフの一つとしてネットを中心に絶大な人気を誇っています。またラッキーなことが起これば使える万能さも相まって汎用性の高いミームとしても愛されており、あまりの難易度から悪名高きクソゲーとして知られる本作をプレイする数少ない理由と語る方もいるようです。ちなみに本作のリュウはゲーム終盤においてホワイトベースへ帰投しようとした際に吸収してきたシャアによって撃墜され、もう一つの伝説的セリフやられちまとともに爆散するのですが、なんと負傷しながらも生還しています。しかも爆散するシーンではコアファイターも作動しておらず、明らかに爆発に巻き込まれているにもかかわらず五体満足で生存するというとんだラッキーボーイぶりを披露していました。なお余談ですが、富野監督はリュウをもともと黒人想定で設定していたものの、以前関わった作品で黒人を出すなという投書が来たことで、テレビ局が黒人の出演を規制していた過去から設定が変更されたということがロマンアルバム42機動戦士ガンダムで語られています。そのため本作の黒人リュウは富野監督の当初の設定をリスペクトした上でのキャスティングとも解釈していいのかもしれません。ということで以上、インパクトがでかすぎる宇宙世紀の名台詞6選でした。ぜひ皆様が好きな名台詞もコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。